皆様こんにちは。シタラスハンドメイドのサラです。今回はこちらの 3D のお花を編んでいきたいと思います。こんな感じで立体的です。こちら使用するのがダイソーさんのレースヤーンになります。レース糸、こちらの糸結構細いので、ビギナーさんとかはもしかしたらもうちょっと太い糸の方が編みやすいかもしれないです。ちなみにこちらのレース糸で編んでいくとだいたい大きさが5センチぐらいですね。だいたい5センチぐらいの四角が出来上がります。で、こちらのレース糸を3色と編み針ですね。針とあととじ針とハサミ、こちらを準備して始めていきたいと思います。はい、それではゆっくり編んでいきます。まずですね、このお花の中心から編んでいきます。中心の丸ですね。で、この糸を指に1、2、3回くるくる巻きつけます。そしたら針をこの下を通って一番左の糸を下を通して右に、そして1回この左の糸を針にかけたら引っ張ってきます。この輪っかの中を通ってね。で、指から糸を外します。そうするとこう丸ができますね。輪っかができます。ここからこの輪っかを押さえて鎖編みを2回編みます。鎖編みを1回引っ掛けて引っ張ってくる。もう1回引っ掛けて引っ張ってくる。で、ここからこの輪の中に長編みを15回入れていきます。1回糸をかけてこの輪っかの中を通って糸を引っ張ってきて、糸をかけたら2本だけ引っ張ってくる。そしてもう1回糸をかけて2本引っ張る。これで長編み1回ですね。もう1回編んでいきます。ちょっとここね押さえとかないと緩んでくるので、しっかりここ下を押さえながら1回糸をかけてこの輪っかの中を通して糸を引っ張ってくる。そして糸をかけて2本だけ引っ張る。もう1回かけて2本引っ張る。こんな感じですね。で、今2回長編みが入ったので、あと13回ですね。この繰り返し行っていきます。かけて通して2本ずつ引っ張ってあげる。かけて輪っかを通してきたら2本ずつ、こんな感じでね、どんどん長編みを入れてってあげてください。はい、今ですね、ここに最初の鎖編みがあって長編みが15個編めたところです。ここからね、この輪っかを縮めていきます。まずですね、この糸の最初の端っこを少しだけ引っ張ると縮む方があります。ここの根元をキュッキュッと引っ張ると輪っかが縮まってきます。ある程度縮んできたら、この今の糸の端をギュッと引っ張るとこんな感じで輪っかが縮みます。そしたらここはもうね、丸を作っていくので、糸、今編んできたこの糸はカットして、この輪っかをピーッと引っ張っていきます。で、とじ針を使ってここを閉じていきます。とじ針に糸を通したら、最初のこの鎖編みがここですね。で、最初の長編みがここです。この間の上っていうかね、最初の長編みのちょっと右上みたいな感じですね。ここの頭の部分に針を入れていきます。前から後ろへ2本取って針を入れてあげます。こんな感じで。そしたら
今この出てきているところで、ここ通って出ているところに返してあげたいので、ここに針を入れてあげます。で後ろにね糸を持ってってあげると、ここきれいに閉じられます。はい、で今このスペースがね全部で16個あるはずです。はい、16個あるなと思ったら、このままですね裏に糸を処理してあげてください。この最初のね糸も一緒に見えないところに隠してあげてください。はい、今糸処理が終わって最初の丸の部分が出来上がりました。ここから色を変えていきます。このね花びらの部分を作っていきますね。そしたら糸の色を変えて、まずですね、輪っかを作ります。なのでこう糸を針にかけてくるっと回してあげて、で、糸をかけてこの輪っかの中を通してあげると、こんな感じでね輪っか出来上がります。私はいつもこんな感じで作っています。はい、で先ほどのこの丸のどこのスペースからでもいいんですけれども、前から後ろへ針を通してあげる、この2本ですね。で後ろで今の輪っかかけてあげて、後ろから前へ引っ張ってきてあげる。でここからですね、まず鎖編みを4目編みます。鎖編みかけて引っ張る、かけて引っ張る、あと2回ですね。1、2、これで鎖編み4目出来上がりました。そしたら今引っ張ってきたスペースと同じところに中長編みを1回入れていきます。かけて同じところに針を通してあげて、で後ろの糸も一緒に編みくるめてあげましょう。糸を上にかけてあげて、で糸を後ろから前に引っ張ってきてあげると、今針に3本糸がかかってある状態で、これを糸をかけて3本いっぺんに引っ張ってきてあげる。忘れた中長編みが編めました。で、鎖編み2目編みます。1、2。そしたら次はですね、1個飛ばして目をね今ここに編んできたんですけれども、その隣は飛ばして、その隣ですね、ここに中長編みを編み入れていきます。なので1回かけて、ここですね針を入れてあげて、2本ねしっかりすくってあげて、後ろの糸もかけてあげて、糸を引っ張ってきます。で3本かかっているのを確認したら、糸をかけて3本いっぺんに引っ張ってあげる。こんな感じで。でそしたら、また鎖編みを2回編みます。1、2で今1個飛ばしたので、次は、同じ目になります。中長編みを同じスペースに編み入れていきます。1回かけて同じスペースに針を入れてあげて、糸を引っ張ってきて、このまま3本いっぺんに引っ張ってあげる。また鎖編みを2回編んで、今同じスペースだったので、次は1個飛ばして中長編み、この繰り返しなんですよね。3本いっぺんに引っ張ってあげる。今1個飛ばしたので、鎖編み2目編んだら、同じスペースに中長編みで鎖編み2目編んであげて、今同じスペースに編み入れてあげたので、次は1個飛ばして中長編み、こんな感じですね。で順番に編んでいくと、こんな感じで三角四角三角四角三角四角ってスペースがね順番に出来上がります。はい、これを一周ぐるっと編んでみてください。はい、今くるっとこんな感じで編んできましたね。順番に三角四角三角四角ってきて、三角が終わって、今ここにね一目飛ばすところが最後あります。
なので、中長編み、三角の中長編みが編み終わったところから、鎖編みを2回編んで、最初のこの三角のスペースに針を入れて、ここに引き抜いてきます。こうするとね、一周くるっと編めました。ここからそのまま、鎖編みを1、2、3回編みます。で、同じこの三角のスペースに長編みを7回編んでいきます。かけて三角のスペースに入れて引っ張ってきたら、かけて2本だけ引っ張る。もう一回かけて2本引っ張る。こんな感じですね。かけて三角のスペースに入れて、同じ三角のスペースですね、2本ずつ取ってあげる。かけて三角のスペースにどんどん長編みを編み入れていきます。はい、今ですね、この長編みが7個編めました。で、最初のこの鎖編みを1と数えると全部で8ここに編むことができました。こういう風に三角になっている上の部分ですね。で、続いてこのまま続けてこの三角の左の部分に編んでいきたいんですね。なのでちょっとこうずらしてあげて、この中長編み先ほど編んだここに編んでいきたいんですね。なのでここちょっと折りたたんであげてね、この中長編みのところを針入れてあげて、こう折りたたんであげるとここにスペースがこう分かりやすいのでね、ここに長編みを6個入れていきます。今のこの輪っかかけてあげたら、糸をかけてこの今のスペースに針を入れて2本ずつ取ってあげる。かけて今のこのスペースに入れて2本ずつかけて引っ張ってきて2本ずつ、あと3回ですね。1、2、3、これで、左の部分、三角の左の部分で長編みが6個入りました。上、左と入りました。そしたら次の花びらに移動するんですけれども、まずですね、こう広げてあげるとこの三角、四角のスペース、隣の四角のスペースの下、一つ飛ばしたところですね、ここに1回引き抜いてあげます。ここにこうスキップしたところに針を入れてあげて、そうするとね、こう2本針の上に糸が乗るんですけれども、ちょっと見にくいかな。はい、茶色の糸がね2本こう、針にかかっているんですけれども、このままに針をこうしてあげて、糸をかけてあげて、糸を引っ張ってきます。ここに引き抜き編み。そしたら今度次ね、隣の三角のスペースになります。結構ね入り組んでいるので、ちょっとここね広げてあげながら、この次の三角のスペースがこうですね、ここにあります。で、右側から編んでいきます。この最初の右側がねちょっと難しいかもしれないんですけれども、右側はこんな感じでね横にして、右はここ右上左ってあるんですけど、右はこっちなんていうのかな、中心から右に向かってこう編みたいので、こう横にして、ここに中長編みのところにこんな感じでね針を入れてあげる。こうですね。で、ここもこう折りたたんであげると、このスペースがね分かりやすいので、ちょっと折りたたんで引っ張ってあげると、ここにスペースが出来上がるので、先ほどの輪っかに針を戻してあげたら、このスペースに糸をかけてあげて、長編みを6回編んでいきます。1、
2、3、4、5、6、6回編めたら今度は広げて三角のこの上の部分に行きます。広げてあげるとここの上のスペースですね、上に長編みを8回編み入れていきます。針に糸を戻したら糸をかけて、このちょっとちっちゃいんですけれどもね、三角のスペースに針を入れてあげて2本ずつ引っ張ってあげる。あと7回。1、2、3、4、5、6、7。はい、これで上の部分8回入りました。6長編み編んで8長編み編んで、今度左側に6長編みを編みます。なので左はこう左向けてちょっと折りたたんであげて、この中長編みのこのスペースですね、ここに糸をかけてこんな感じですね。6回編みます。2、3、4、5、6、6回編み入れられました。そうするとね、花びらがこんな感じでね、綺麗に1枚出来上がるんですね。これが編み終わったらまた隣のスペースに行きます。でその前にですね、このスキップしたところ、1個目を飛ばしたところへ引き抜いていきます。まずですね、この飛ばした目のところ、隣がこの四角のスペースなんですけども、この下ですね、ここに針を入れて、茶色い糸2本かかってる状態ですね。ちょっと黄色い糸がねあるので分かりにくいかもしれないんですけれども、こんな感じでね、2本針に糸をかけてあげて、後ろから糸をかけて引っ張ってあげる引き抜き編みですね。引き抜いてこれたら隣の三角のスペースに移動します。また花びら最初から作っていきます。最初は右のこのラインに長編みを6個入れていくので、ちょっとこうね傾けて、ここの右のラインをすくってちょっとねこう固定してあげて、こんな感じですね。ここにこの中長編み1本をこうねすくってあげて、ここに長編みを6個入れていきます。糸をかけて引っ張って2本ずつ糸をかけて2本ずつ3、4、5、6、6回編めたらまた今度は上のスペースですね、上のところが長編みを8回広げてあげたら、三角のスペースの上のところに糸をかけて
パーって切って長編みを8回入れていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、8回長編みが編めたら左のラインに行きます。左のライン折りたたんだ上げて、この中長編みのこのスペースですね、ここに、長編みを6回ですね。1、2、3、4、5、6回長編みが編めるとこんな感じで花びらができました。はい、これで花びらね2枚完成してます。最初のところはね、まだ左側が出来上がってないのでね、2枚花びらが完成して、またですねこの隣のこのスキップしたところに引き抜いてあげて、この三角の部分に花びら同じように長編み6、8、6、こんな感じで入れてってあげてください。で全部でね花びらが8枚になるようになります。こんな感じでくるっと編んでみてください。はい、こんな感じでくるっと一周編んでいきました。今ですね一番最初の花びらは完成まだしていないんですけれども、1番目が1と数えると8枚の花びらできたところです。で8枚目の花びらが、この長編みですね、6、8、6の長編みが編み終わったところで、これをね最初のところとつなげていきます。まだねこの一番最初のところが、右の方がね長編み6個入ってないので、ここ入れてってあげます。隣のこの四角のスペースの下ですね、スキップしたところに引き抜いてあげて、この2本だけすくってあげて、2本だけ針を入れてあげて、糸をかけて引き抜いてあげます。そしたらこの一番最初の花びらのこの右側ですね、この中長編みを糸をかけてあげて、こちら側から向こうへ長編みを6個入れていきます。1、2、3、4、5、6、はい、これで全部編み上がりました。そしたらここで糸をカットします。糸をカットしたらピーッと引っ張って、この糸を最初とつなげていきます。はい、こんな感じでとじ針に糸を通したら、一番最初にちょっと広げてあげると、最初の鎖編みがここなんですね。で最初の長編みがここ、この長編みのちょっと右斜め上、鎖編みのここです。左側というか、この頭の部分に針を入れてあげて、2本ですね、針を通してあげたら、今糸が出てきている場所へ返してあげたいので、
ここですね。ここからこう糸が出てるので、ここに戻してあげます。後ろ側へね戻してあげるので、こんな感じでね、ここに針を入れて戻してあげます。で優しく引っ張ってあげて、ここ整えてあげたら後ろに糸処理してあげてください。はい、こんな感じでお花が完成しました。裏のね糸処理も終わってお花ができたので、ここからはですね、このスクエアの外を編んで完成になります。もうね山場は越えた感じなので、あとはねゆっくりリラックスしながらこのスクエア編んでいきましょう。まずですね、糸の色を変えて、これもね輪っかを作っていきます。針をくるっとさせて糸をかけて輪っかを通す。そうです。この輪ができますね。でこのお花、花びらと花びらの間開くとこんな感じでねラインがありますね。ここどのスペースでもいいんですけれども、どこかのスペースのこのラインに針を入れてあげて、で今作ったこの輪っかですね、後ろから前に出したいんですね。このラインのところに針を入れて、この輪っかをかけてあげたら前に引っ張ってくる。でここからこのまま鎖編み3目編んでいきます。1、2、3。そしたらこの同じところに、長編み1回糸をかけて、このスペースに針を入れたら糸を引っ張ってきて2本ずつ取ってあげる。こんな感じですね。そしたら2回鎖編み、1、2でまた同じスペースに2回長編みを入れていきます。1、2、はい、でここから1回鎖編み、そしたら隣のスペースに移ります。隣の花びらと花びらの間ですね。このスペースに中長編みを5回編んでいきます。かけてこのスペースから糸を引っ張ってきたら3本いっぺんに引き抜きます。あと4回3本いっぺんに引き抜く。3、4、5、5回中長編みが編めたら1回鎖編みをして隣のスペースに移動します。隣の花びらと花びらの間、ここに、長編みをまず2回編み入れます。1回かけてこのスペースから糸を引っ張ってきたら2回ずつ引っ張ってあげる。1回2回、そしたら2回鎖編み、1、2、そしてまた同じスペースに長編みを2回、1、2、そしたら鎖編みを1回編んで隣のスペースに移動します。隣のスペースは中長編みを5回かけて、このスペースに針を通したら3本いっぺんに引っ張る。あと4回ですね。1、2、3、4、これで5回中長編みが入りました。で1回鎖編みをしたら隣のスペースに移動します。隣は長編み2回の
1、2で、鎖編みが2回、そして同じスペースに長編みをもう2回入れます。1、2、そして鎖編み1回編んだら隣のスペースに移動します。今のがこの角になるんですね。長編み2回、鎖編み2回、長編み2回、これが角になります。で、真ん中はこの中長編みが5回入る感じで、間には鎖編みが1個ずつ入りますね。角があって中長編みがあって、こんな感じでね、ぐるーっと編んであげてください。このままね、順番同じです。今鎖編み1回編んだので、隣は中長編み5回、そして1回鎖編みを編んでこの角に行きます。はい、今ですね、ぐるーっと編んできて、最後中長編みが5回入って、で1回鎖編みが終わったところですね。でここからですね、最初の頭につなげていきます。一番最初はこの角を編んでいったのです。最初のこの鎖編み3目の頭ですね、ここに前から引き抜いていきましょう。ここですね、鎖編みがここです。最初の長編みがこの隣ですね。でこの、鎖編みの頭の部分、ここ2本取れたらいいですね。2本取れると結構しっかりねしますので、ここから針を入れて糸を引っ張っていきます。引き抜いて、でこのまま2周目そのまま続けていきます。鎖編みが3回、123で、隣のこの頭ですね、ここに長編みを1回編み入れていきます。長編みをよいしょ1回、そしたらこの角のスペースに行きます。角のスペースは長編み2回の1、2で鎖編み2回、そして長編み2回、同じスペースに編んでいきます。1、2、そうするとね、ここが角になります。で隣には長編みを1回、2回、ここですね。そうするとちょっと広いスペースに入りますので、この広いスペースには長編みを1回編んであげます。長編みを1回、そしてその隣からはこの中長編み5回のところなんですけれど、これは1目ずつ長編みを入れていきます。1、2、3、4、5。そしたらまた広いスペースになりますので、ここに長編みを1回、その隣は長編みを1回ずつこの目に入れていきます。長編みを1回、隣にも長編みを1回、そうすると角にぶつかりますね。角は、長編み2回、鎖編み2回、長編み2回ですね。長編みが1、2、そして鎖編みが2回の長編みが2回、そしたらまた同じくですね、このずっと続きなんですけれども、長編みが1目ずつ、1、隣にも1、そして隣は広いスペースになりますので、長編みをこの広いスペースに1回、そしてここからは中長編み1目ずつ長編みを入れてってあげてください。もうずっとこの同じ編み方ですね、ぐるっと一周こんな感じで編んでみてください。
はい、今ぐるっとこんな感じで編んできました。で、最後ですね、この横のところ中長編み編んだところを1目ずつ長編み5回入れていって、そうするとこの広いスペースに来るので、最後この広いスペースに1回長編みを入れてあげたら最初のところにつなげていきます。このね立ち上がったところですね。なのでこのまま糸をカットします。糸をピーッと引っ張ってあげたら、とじ針でですね、ここが立ち上がりの鎖編みですね。でここが最初の長編みになります。ここですね、長編みの右上鎖編みのこの頭の部分、ここに2本針を通して、そしてこの今出てきているところへ戻してあげます。ここですね、ここをくるっとして後ろへ、ここですね、ここから出てきて2本通してこのまま戻してあげます。こんな感じですね。でちょっと形整えてあげて後ろに糸処理してあげてください。はい、完成しました。こんな感じでね、立体のお花出来上がりました。皆様編めたでしょうか？こちらの動画でもし編めたよという方はぜひグッドボタン、そしてねチャンネル登録もお待ちしております。それでは今回もここまでお付き合いありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。